ガイアギア事件。宇宙世紀203年に発生した通称ガイアギア事件は、地球連邦政府と反政府組織との間で展開された宇宙世紀後期を象徴する重要な政治軍事的出来事である。事件は一見局地的な抵抗運動と捉えられがちであるが、その実態は人類の進化、記憶の継承、そして支配と自由の在り方をめぐる根源的な問いに深く関わる複合的現象であった。宇宙世紀が一つの終着点に向かう中で、この事件はまさに時代の価値観を問うものとなった。当時、地球連邦政府は環境保護を名目に地球居住を制限し、実質的には地球を支配階層のみが享受する特権領域と化していた。その施策を実行する武装組織として存在していたのがマハである。マハは秘密警察的性格を持ち、地球に戻ろうとする民間人や宇宙居住者に対して苛烈な弾圧を行っていた。一方で、こうした連邦支配への異議を唱え、自由と人類の新たな進化を掲げて結成されたのが反地球連邦組織メタトロンであった。彼らはシャア・アズナブルの思想を継承し、その存在を象徴的に復元するため、シャア・コンティニュー・オペレーションという極秘計画を遂行していた。その成果がアフランシ・シャアである。アフランシはシャア・アズナブルの遺伝情報と記憶断片をもとに人工的に生み出されたメモリークローンであり、育成の過程で自己の出生の真実を知らされぬまま南太平洋の自然保護区で育てられた。育ての親であるガバスーの死を契機に宇宙へと旅立ち、やがてメタトロンと開口。自身がシャアの記憶を宿した存在であることを知り、アイデンティティの混乱とともに自らの意志で戦いへと身を投じることとなる。アフランシはマンマシーンと呼ばれる新世代型モビルスーツを借り、マハの圧政に対抗。彼の存在はかつての英雄を再現する技術的試みにとどまらず、象徴的存在として、そして一個の人間として、地球圏全体に深い影響を与えていった。彼の恋人エバリー・キーをはじめ、幾多の仲間たちとの関係を通じて、アフランシはただ戦う存在ではなく、生きること選ぶことの意味を学び成長していった。その一方で、マハの指導者ビジャンダー・ゴルは、地球を特権階層による独占的支配下に置くという野望を抱き、強権的秩序を確立すべく、精神派干渉兵器エルフストロームの開発を推進。思想と精神そのものを統制しようとするこの装置は、かつての戦争とは異なる新たな支配の形を提示した。ダーゴルの目指す社会は、意志と多様性を排除した秩序の間全体であり、それは自由社会に対する最も極端なアンチテーゼであった。事件はアフランシとダーゴルの最終決戦をもって頂点を迎える。精神派装置が稼働する中、アフランシはかつての記憶やシャアという名に頼ることなく、自らの意志に基づいてダーゴルと対峙。激戦の果てにダーゴルの野望はついえ、マハは瓦解。メタトロンは戦術的勝利を得るが、地球圏全体を変革するには至らず、事件は限定的な範囲に収束する形で収束した。アフランシのその後の去就については記録が存在せず、彼がどこに消えたのかは不明である。英雄として語り継がれる一方で、その実像は人々の記憶の彼方に消えつつある。だが彼が残した戦いと選択の記憶は、その後も多くの思想家や歴史家によって研究の対象となっている。ガイアギア事件は単なる武力衝突ではない。そこには記憶は遺産か呪いか、技術によって人間は再創造されるべきか、
真の自由とは何かという問いが込められている。この事件を通して人類はかつての英雄の影を追いながらも未来をどのように生きるかという選択を迫られた。記憶と自由をめぐるこの事件はまさに宇宙世紀後期の人間史における試金石であり、今なお我々の問いに答え続けている。チャンネル登録、高評価お願いします。